こんにちは、かなおです。今回は日本のピラミッド、広島県足竹山について考察していきます。皆さんは日本の各地にピラミッドと言われている山が複数あるのはご存知でしょうか。日本に現存するピラミッドには定義があります。ピラミッドに形が似ているからピラミッドとされているわけではありません。その定義をご紹介します。この定義というのは、日本で最初のピラミッドを発見した人物として知られる酒井勝時が提唱したとされています。1、自然の山を利用して作られている場合もある。2、山頂部には大溶石、岩坂が配置されている。3、山は左右対称の二等辺三角形の稜線を描く。4、祭壇や鏡石などがピラミッド周辺に存在する。5、環状列石、ドルメン、方位石、立石などがピラミッド周辺に存在する。現在、この定義に当てはまる山は、酒井によって日本国内で10カ所発見されているとされており、多くは東日本に存在します。その後の調査で、もっと多く否定されているとも言われていますが、かなおは10カ所を中心に考察します。今回は最初に発見された日本のピラミッドに焦点を絞って考察します。ピラミッドやその周辺には巨石遺構や列石など石で作られた遺物が多く残されているのですが、日本の考古学界ではあまり研究もされないようですし、興味がないようです。ドルメンと呼ばれる史跡墓や机石も日本中に残っているのですが、学会的には、ドルメンは長崎の一部に見られる程度で、お墓、史跡墓という結論になっています。物があるのに不思議な人たちですね。ドルメンは日本各地に残っているのになぜ調べないのでしょうかね。墓でないから自然にできたという理論でしょうかね。そうだとしたらとても残念です。日本で最初にピラミッドとされた山は、広島県に存在します。鳥取県日南町、島根県奥出雲市、岡山県新見市の隣県の市町村に接した中国山地の中央部にある庄原市の足竹山です。地元では神武天皇陵と伝えられているようです。この付近は、鳥取にしても島根にしても、古来より神話や言い伝えが多く残っている地域です。余談ですが、日本の雪男、ヒバゴン伝説もこの付近です。今は庄原市になっていますが、以前はヒバ郡でした。同じ郡内にピラミッドとヒバゴン目撃地があります。なかなかにミステリアスな地です。ピラミッドと断定したのは酒井勝時という人物ですが、彼は1934年昭和9年に現地を訪れ、先の定義に照らし合わせながら、足竹山はピラミッドであると断定したようです。足竹山の形状は、写真の通り綺麗な三角形です。木が茂っているので、デコボコした感がありますが、稜線としては二等辺三角形となります。そもそも、酒井勝時がなぜ訪れたかというと、大きな岩がいくつも積み重ねられていたり、立っていたりする。文字が刻まれた岩もあり、その近くの三角形の山を村の若者が掘ったが、掘っても掘っても石積みが出てくる。という噂を聞いたからです。酒井はピラミッドと拝殿であろうと即座に当たりをつけ、すぐに現地調査を決断したようです。足竹山の座標は北緯34度50分 47.96 秒です。ギザのピラミッドの位置が北緯29度58分18秒あたりです。酒井勝時は大体同じ緯度であり、この程度は誤差と言っていますが、誤差でしょうか、ここは疑問です。今でも足竹山周辺や隣の桔梗山には
拝殿跡とされる巨石遺構が多く残っていますが、一部は財宝の噂で集まった人々により破壊されています。いくつかの岩は健在で、高岩は灰原ルートと呼ばれる南西からの登山ルートの途中に残っており、高岩が向いている方角は、冬至の時に太陽が昇る方向です。また、足竹山を挟んで、反対側の南にある烏帽子岩は、夏至の時に太陽が昇る方向を向いています。エジプトのスフィンクスは、ギザの大ピラミッドと同じ年代かどうかは不明で、ピラミッドより古いとする説もありますが、真東を向いています。高岩や烏帽子岩と同じような意味を持っているのでしょうかね。足竹山や桔梗山の巨石の名前は、高台に付けられた岩なので、名称に意味はないと思われ、本来は対になっている岩だと思われます。風化しており、元の形から崩れているので、数千年、もしかしたら万年以上の時が流れているのではないでしょうか。気候や岩の素材などをきっちり調査すれば、風化のペースがわかるとは思うのですけどね。そこまでは調査されていません。そもそも、日本の考古学会は、巨石文明について存在を肯定していません。この高岩と烏帽子岩から、巨石文明に共通する暦との関係がここでも感じられます。また、桔梗山の拝殿とされた地域には、他にも多くの巨石遺構があります。大石柱である神武岩、屏風岩とも呼ばれる岩、宝遺石と思われる岩など多くの巨石遺構があります。とても自然に作られたものとは思えません。なぜ、調査しようとする考古学者がいないのか謎です。もしかしたら調査しているのかもしれないですが、その結果は世には広まっていません。ドルメンは鳥居の原型となったと考えられており、拝殿からピラミッドに向かう途中に設置されており、位置的には鳥居原型説と合致します。拝殿の端にある宝遺跡は、元は4本あったと推定されています。今は1本しか立っていません。酒井勝時は重要な指摘をしています。宝遺跡なので東西南北を示しているはずだが、北極星を起点としているので、現代ではずれている。しかし、それは研究としては面白い。というようなことを言っており、今の方位とのずれ、つまりは当時の北極星の位置を調べれば、年代がわかるであろうことをほのめかしています。専門家にとれば、さほど難しいことではなさそうなので、調べてほしいですよね。神武岩の上部には、夜光の玉が設置してあったとされる半球形のくぼみなどもあり、人工物であることを伺わせます。しかし、夜光の玉は、村人が持ち帰って紛失してしまったようです。また、この神武岩には、古代文字であるアヒル文字が刻まれていた、という情報がありますが、現時点では確認できません。その横には、巨大な鏡岩があり、酒井勝時は、今までに見たこともない大きさと記しています。足竹山に登頂した酒井勝時は、頂上で、花崗岩の太陽石と思われる石を発見します。その太陽石は風化が激しく、元が角型だったのか、円形だったのかすら、判別がつかない状態だったようです。太陽石は、エジプトのピラミッドにもあったとされる石ですね。大きさは計12尺と記載していますので、3.6 メートルくらいになります。太陽石の周囲には、東西南北に生態する宝系岩坂が築かれているが、北部側は崩壊している。とも記載されています。また、この宝系岩坂を中心に、10尺の位置に円形岩坂が築かれており、これも、北部側は崩壊しているとも記載しています。頂上部は、北側がかなり崩壊していたようです。ここで、岩坂とは何か少し触れておきます。岩坂とは、神が降臨される依代とされています。岩倉も同じです。依代とは、神が降臨されるご神体またはご神域のことです。このことから、岩坂は神社の原型になったと考えられています。酒井は、エジプトのギザのピラミッドも、日本が原型だと言い切っていますが、年代がはっきりして共通点が分かれば証明できるかもしれませんね。ただ、現時点ではそれを証明できていません。
堺は、岩坂の形について、方形は内空式、円形は下空式としており、両方が確認された足竹山については、複様式であるとしています。堺は、現地調査の結果、ピラミッドの大原理が完全に構成されており、ピラミッドに間違いないと断言しています。つまり、堺の主張によると、足竹山のピラミッドは、現在の神社の様式そのものであるということになります。足竹山ピラミッドは、内側に方形の岩坂があり、外側が円形なので、複様内空式となります。ぜひとも、年代の特定などができると良いのですけどね。岩だとなかなか難しいでしょうね。エジプト文明の権威である早稲田大学の吉村教授は、日本のピラミッドには興味がないのでしょうかね。エジプトのピラミッドとはかけ離れていて、興味がないのでしょうか。巧妙で実績のある先生が調査してくださると良いような気がしますけど、エジプトのピラミッドもギザの大ピラミッド群だけに焦点を当てて調査すると本当の姿が見えてくるのかもしれないですよ。後世に建てられた模造品と一緒に考えるからおかしくなるような気がしますけどね。勝手な感想ですけど。ということで、金尾はこれだけ様々なものが残っているのであれば、足竹山はピラミッドと呼んでも差し支えないのかなと思っております。この足竹山には非常に興味があります。足竹山ピラミッドや拝殿については、たまたまここにしようと思って建築されたわけではない気がします。この地点に作ったのは何らかの理由があったと思います。それを推測、解明することで、さらなる推測が導き出され、やがてはいろんなことが解明できると思います。周囲を調べ、どうしてここだったのか、なども推定してみたいです。山の山腹にも石が使われていないかも地中レーダーなどで調べたいですね。後日考察する予定の秋田のピラミッド、黒又山などは、一度学術的な調査が行われていますが、地元の方から神聖な山とされており、調査には随分制限が入ったようです。しかし、足竹山はおそらく、そんな制限は入らないと思います。足竹山もぜひ、学術調査をと思っています。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよろしければ、チャンネル登録といいねをお願いいたします。今後も皆様の持つ謎や不思議を考察していきたいと思います。